さて、今回なんですけど、 YouTube で使ってもいい BGM ってどうやって探せばいいんだっけっていうテーマになります。はい。で、BGM なんですけど、これってなんか普通に考えて音楽なんで、はい。なんか他人の音楽を勝手に使うと著作権侵害っぽいじゃないですか。はい。そうなんですけど、でも一方で YouTube って歌ってみた動画ってたくさんありますよね。ありますね。あれって要は歌ってみたっていうのは、例えば J-POP とかで誰かが作詞作曲した曲を自分で歌ってるっていう話なんですけど、はい。これってなぜ OK なのかって分かります？別の人が歌ってるから OK とかです歌ってみた動画って、かね。あれ要は他人が作った音楽を自分で歌ってるんですけど、はい。はい。それって普通に考えたら原則的にはダメですよ。ダメですね。でもなんで OK なんだっけっていう話はちょっと別の回でしますけど、はい。で今回の場合は歌ってみた動画ではなくて BGM についてです。 BGM。BGM についてなんですけど、はい。これたまに誤解してる人がいるんですけど、はい。例えばお店でかかってる店舗の BGM とかが動画に入っちゃうと、はい。それは店が流してるやつを勝手に録画してるからダメで、はい、でも自分で買った CD とか、iTunes ストアで買った音楽とか、ああいうのを流すのは OK って思ってる人いるんですけど、はい、これは間違いです。間違いです。ここら辺が著作権で結構難しいんですけど、はい、著作権っていうのは例えば音楽でいうと作詞作曲をした人間の手元にずっと残ってるものなんですよ。はい、で CD 買ったり iTunes ストアで音源買ったりすると、はい、その音楽を自分で聴く分には OK になるんですけど、はい、別にだからといってそれを勝手に他人に聞かせてはダメとっていう話になります。他人に聞かせるのもダメなんですね。そうなんですよ。へー。これ意外とみんな誤解してるんですけど、はい、例えばポケモンカードとかの話ってありますけど、はい、それ自分が買ったポケモンカードなんだから自分の動画に勝手に出すのは OK っていう話ではないんですよ。著作権という話とそのカードとか CD とかの所有権っていうのは全く別の問題なんですよ。なるほど。さあ所有権と著作権を履き違えてる人は結構いると。そうなんですよね。ちょっとややこしいんでそこは明確に別の話だと。はい、著作権はあくまで作った人に残る権利だ。はい、所有権っていうのは CD 買ったりポケモンカード買ったりしたら手元に来ると。はい、ここの区別はちょっと一旦明確にしましょう。はい、ここら辺って結構難しいんですけど、はい、著作権っていうと一つの権利なんですけど、はい、著作権の中には実はいろんな私文権っていうんですけど、私文はい、そういう細かい権利があって、はい、例えばある人間がある音楽に関して著作権持ってます、はい、っていうとその音楽を例えばネットにアップしてみんなに聞かせたり、はい、そういうことをするのはダメっていう話になるわけですよ。はい、言葉として聞いたことあるかわかんないんですけど、ロイヤリティフリーとか、はい、商用利用可能とか、ああいうのってその著作権持ってる人しかやっちゃダメっていうことに関する例外なんですけど、はい、これどういう概念かっていうと、はい、例えばマンションの部屋を買うっていう話と、はい、そのマンションを人に貸すっていう話の違いなんですけど、はい、マンションを買った場合って部屋の所有権が自分に来るじゃないですか。はい、で所有権来た上でそれを他人に貸すとか、はい、それは別に可能じゃないですか。はい、で著作権っていうのは所有権に近い概念です。なるほど。著作権っていうのはあくまでその部屋を持ってる人とか、はい、その楽曲について権利持ってる人が自分で独占してる権利で、はい、で所有権を持ってる人がそれを人に貸せるように、はい、著作権を持ってる人も他人に対して、ライセンスを渡して使っていいよっていうことはできる。で例えばだからロイヤリティフリーっていうのは別に自分は著作権持ってるけど、はい、他の人も自由に使ってくださいねとか、商用利用可能っていうのは普通に考えたら自分で聞いたり友達にあげたりしたりする分には OK だけど、はい、ビジネスには使ってほしくないって言いたくなるところを商用でも使っていいよと、そういう概念なんですよね。なるほど。でこの話って、例えばマンション買った上で、はい、ペット利用禁止とか、はい、なんか大きい音を出しちゃダメとか、はい、そういう条件つけて人に部屋を貸すのって別に自由じゃないですか。はい、自分が持ってるわけだから、はい、っていう話と結構似てて、あだから商用利用可能とか商用利用禁止っていうのはまさに、ペット禁止と同じですよね。確かに。著作権持ってる人が使っていいよと、でも仕事には使っちゃダメだよ、はい、所有権持ってる人が部屋使っていいよと、はい、でもペットは飼わないで、はい、こういう概念ですね。なるほど。そういう意味で著作権と所有権が似てる。そうですよね。YouTube で使える BGM なんですけど、はい、YouTube の中
ロイヤリティフリーとか、はい、そういうワードで検索すると結構かっこいい音楽出てくるんで、はい、そういう音楽は基本使ってもいいよって言われてるわけですけど、はい、ただどういうふうに使っていいのか、はい、本当に例えば広告載っけてる動画でも使っていいのかとか、はい、我々みたいに法律事務所が運営しているチャンネルでも使っていいのかとか、はい、そういう細かい条件って人ごとに違うんで、はい、まさにペット飼ってる場合に部屋を探すのに注意が必要だよっていう話と同じで、ちゃんと向こうがどういう条件でもつけてるのか、はい、場合によってはプライベートな動画では使っていいけど、はい、商用利用するんだったらお金払ってねとか、はい、そういうものもあるんで、はい、なんかそういう条件はちゃんと注意して、守った方がいいよという話になりますね。わかりました。ということで今回は YouTube で著作権侵害にならずに使える BGM について話しました。皆さんご視聴ありがとうございました。